テスラは Q2 に48万126台を納車しました。売上も282億ドルまで伸びています。それでも7月末、株価は大きく売られました。おはようございます。ケンです。今日は7月のまとめをしていきたいと思います。7月どういったことがあったのか、その振り返り動画です。まず先に結論を言っておきます。問題はテスラの車が売れなかったってことではありません。市場が販売台数だけでは評価しなくなったんです。7月は市場の質問が変わった月でした。何台売れるのかっていうところから、どれだけ利益と現金が残るのか、そして AI 投資をいつ収益化できるのか、今日お伝えするのは3つです。なぜ販売回復だけでは評価されなかったのか、AI 投資が利益と現金に与えた負担、そしてロボタクシーとオプティマスに次に求められる証拠です。まず7月2日の発表から振り返っていきましょう。Q2 の生産は45万1758台、納車は48万126台、エネルギー部門の導入量は 13.5 ギガワットアワーでした。ここで一つ正確に、この48万台の納車ですけれども、テスラ自身がこう注意しています。納車台数っていうのは財務実績を構成する一つの指標に過ぎず、四半期の業績っていうのは販売価格や原価など複数の要因で決まると言っています。つまりテスラは売れなくなった会社ではないということになります。ただしこれは販売回復イコール全て回復っていうのを意味はしていません。車は売れたんです。では売って何が残ったのか、ここが重要になってくるんです。そしてその答え合わせが7月22日の決算です。売上は282億3600万ドル、前年同期比プラス 26% です。自動車が205億ドルでプラス 23%、サービスその他が45億8100万ドルでプラス 50% です。売上はしっかり伸びているんです。ところが営業利益は3億9800万ドルで前年比マイナス 57% なんです。売上高の営業利益率は 1.4% まで下がっているんです。前年は 4.1% です。売上が 26% も増えているにもかかわらず、営業利益が 57% 減っているんです。ここが今日一番大事なところです。そして7月に限らず Q2 っていうのがどういった時期だったっていうところに関わってきて、これがそのまま8月以降の Q3 にどう影響してくるのかっていうところになってきます。まず粗利益率を見てください。前年 17.2% で今回が 16.8% です。下がってはいますけれども 0.41 ポイントです。ほぼ横ばいと言っていいぐらいです。つまり車を安売りしたから利益が消えたんではないんです。ではどこで消えたのか、それが営業費用なんです。前年の29億5500万ドルから43億5300万ドルへプラス 47% です。売上の伸びが 26% で営業費用の伸びが 47%。この21ポイントの差っていうのが営業利益率を 4.1 から 1.4 へ押し下げているんです。売って残らなかったんではなくって残す前に使ったということになります。では現金の話に進んでおきましょう。第2四半期のフリーキャッシュフローはマイナス10億9200万ドルです。前年はプラス1億4600万ドルでした。ここだけを見ると現金が流出したように見えます。ただし中身を分けて見てみましょう。営業活動によるキャッシュフローは46億9700万ドルで前年比プラス 85% です。本業が生む現金というのは大きく増えています。マイナスになった理由は設備投資が57億8900万ドル、前年比プラス 142% で営業キャッシュフローを上回ったからなんです。ここは正確に言っておきます。フリーキャッシュフローの悪化を AI 投資だけの結果とは言えません。設備投資、運転資本、事業運営など複数の要因が同時に効いています。ただ、設備投資が 142% 増えたことっていうのは
確認できる事実なんです。点9に投資先がわかる項目があります。有形固定資産の内訳に AI インフラっていう行があります。2025年12月末が68億1600万ドル、2026年6月末が108億2300万ドルです。半年で40億ドル、59% 増えているんです。テスラは公式の資料で2026年の設備投資が250億ドルを超える見通しだと示し、その対象として AI 計算設備、データセンター、製造、研究設備などを挙げています。ここで押さえておいてほしいのは投資の位置づけです。大規模な設備投資っていうのは将来成長の条件ではあります。しかし成長の実績そのものではないんです。今数字に出ているのは支出です。そこから生まれる収入っていうのはまだ出ていないんです。利益は薄い。ではその投資は何を生んでいくのか、その答えの一つがロボタクシーです。7月、ロボタクシーは対応地域とサービスの範囲を広げました。アプリの機能も拡張されています。ただし、ここを分けてください。地域が広がることと採算が証明されること、これは別なんです。地域の拡大は動くことの証明であって、儲かることの証明ではないということになります。市場が次に確認したいのはこの6つです。有料運行の規模、車両の稼働率、収益と運行コスト、安全性のデータ、監視や人間の介入への依存度、そして地域拡大の再現性、そしてもう一つ混同していけないことがあります。テスラは FSD を監視付きと表記しています。これは無人運転とは別なんです。ロボタクシーは広がった。しかし商売として成立したのか、そこはまだ証明がされていないんです。はい、ということでここまでを踏まえて株価下落の理由、これを考えてみたいと思います。結論から言うと一つの原因に決められません。決算のせいだとか AI 投資のせいだとかロボタクシーのせいだとか、どれか一つを犯人にすると必ず説明ができない部分が残ってくるんです。実際に起きたことはこうです。利益率、現金の流出、ロボタクシーの不確実性、この3つを市場が同時に再評価した。どれか一つが悪化したんではなくて、3つの不確実性が同じ月に重なったということになります。そしてこれが今日の中心です。テスラはEV 販売の回復率ではなくて EV で作った売上を AI の利益へ変換する能力で評価され始めているんです。これっていうのは市場全体の唯一の判断だと断定するものではないんですけれども、7月の数字を理解するための分析の軸としては使えると思います。はい、ということで今日の内容を整理をしていきたいと思います。確認できた事実としては Q2 の納車が48万126台で、蓄電製品の導入が 13.5 ギガワットアワー、売上は282億3600万ドルで、営業利益が3億9800万ドル、営業利益率が 1.4%、粗利益率は 16.8% でほぼ横ばい、営業費用はプラス 47%、営業キャッシュフローはプラス 85% で、設備投資はプラス 142%、フリーキャッシュフローはマイナス10億9200万ドルで、 AI インフラへの資産は半年で68億から108億ドルへ増えているんです。こういったことを踏まえて分析と仮説としては、株価下落に各要因が寄与した比重で見てみた場合には、市場参加者が最も重視した項目として AI 投資の将来の収益性、これが挙げられるんじゃないかなと思います。そして同じぐらいにロボタクシーの収益化の時期です。そしてこの7月の末っていうのが長期的な転換点になっていくのか、これらはまだどれも確定はしていないんです。なのでテスラが次に示すべき証拠は4つです。1つは自動車の販売と成長と利益率を両立するということ。2つとしてはフリーキャッシュフローを改善すること。3つ目はロボタクシーの運行規模と採算性を示すこと。4つとしては AI オプティマス投資を具体的な売上へ変えていくことです。では最後に、7月に悪化したのはテスラの未来そのものではないんです。未来を評価する市場の基準が厳しくなったっていうことです。問われているのはテスラの未来が正しいかどうかではありません。その未来を利益へ変える証拠がいつ出てくるのかっていうところになります。なので僕たちはテスラがこういった証拠となるもの、
これを実際に数値としていつ出してくるのか、これを追っていくっていうことが非常に重要になると思います。そういった意味からでも、この7月っていうのは基準が変わった月として覚えておくといいんじゃないかなと僕は思いますけれども、このあたりあなたはどう思っていますか？ぜひコメントで教えていただければと思います。はい、ということで本日の内容は以上です。今回の動画が参考になったと思われたら高評価をよろしくお願いします。僕の YouTube は毎日発信しています。僕の YouTube をご覧になってもらえばテスラの情報はほとんど網羅すると思いますので、チャンネル登録がまだな方はチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。では今日もご視聴していただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。追伸です。株式会社エコファクトリーの輻射熱の体感会、次は10月4日の日曜日に滋賀にあるクリニックで行います。実際にクリニックに導入したらどんな感じなのか、オフィスへの導入などの参考になると思います。場所の詳細は参加希望者にお伝えしますので、参加希望の方は僕の LINE の方からお問い合わせの方よろしくお願いいたします。僕もその前日から滋賀の方に行く予定です。前日は参加者で軽く飲み会とかもできたらいいなと考えていますので、ぜひ行けるって方は一緒に体感してみましょう。はい、ということで本日も最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な一日をお過ごしください。ではまた。